こんばんは。ハッシー君の週刊オンエアトークの時間です。今回はですね、本の紹介、物理学者アービン・シュレディンガーという人が有名な物理学者がいますが、この人の伝記ですね、出典はいつものサイエンスのね、3月18日号なんですが、こんな記事です。でだいぶおじいさんのシュレディンガーの写真が出てますが、ただシュレディンガーの伝記というのはこれが初めてではもちろんありません。すでに有名な本がですね2冊出てましてですね、そのうちの1冊がの日本語訳、実は僕も持ってるんですけれども、こういう本ですけれどもね、シュレディンガーのその生涯と思想というね、これは大変有名な本で大変分厚い本なんですけれども、非常に詳しくシュレディンガーの生涯が描かれています。で今回出版された本はそういうシュレディンガーの全てということはないんですが、人生全体を覆うようなね、そういうような伝記ではなく、シュレディンガーがオックスフォード大学にいた時代のことについての伝記と、それも主に物理学の研究についてということで、ちょっと実はあんまり興味をものすごくは惹かれないんですけれども、なぜこの人がこの本を書いたかつい最近になってねよく分かりませんが、著者のクラーリーという人はオックスフォード大学の先生らしいんで、そういうことで書かれたのかもしれません。でこのちょっとそういう、この本のシュレディンガー・イン・オックスフォードという、小さい写真も出てますが、ですからこの本の紹介というよりは、シュレディンガーという人の人生、大変面白い人生なので、それをここでそんなにお話しする、僕がするようなもんでもないんで、簡単にしか触れないんですけれども、巨人というかね、それも一風変わりな大体物理学者そういう人が多くて、アインシュタインも大変面白い茶目っ気のある人でしたけれども、シュレディンガーという人はもうこの私生活はなかなか波乱万丈の人でね、そこにも大変面白い話がいっぱいあるんですけれども、このオックスフォードの先生の本はそういうことはあえて一切省いて、その物理学の業績だけについて、書いたという本らしいんですね。でそれだけじゃつまんないんで、いろいろな話をしてみたいと思うんですが、シュレディンガーの大体の経歴というかね、生い立ちを見ますと、生まれは1887年なんですね。8月12日ね、オーストリア人ウィーンに生まれました。でもうものすごく天才であったことは間違いがないんですが、ガチガチの学者人生を歩んでいったというんではなくて、非常にある意味ザック・バランといえばアインシュタインに近いところがあるんですが、自由奔放に生きた人と言っていいんじゃないかなと思います。でもいろいろ苦労もされてまして、大学を出てすぐに兵役に従事しますね。第一次大戦の終わり頃ですね、兵役に行って、ただそこでは戦闘に加わるということはほとんどなくてですね、何か田舎で退屈な生活を送ったらしいですけれども、そうしているうちにもう物理への情熱は非常に強くてですね、いろいろなことを考えてるわけですかね。でこのシュレディンガーがですね、世にこの世界に名を馳せるようになるのは1920年代半ばからです。でその頃もうシュレディンガー30過ぎて結婚もして、40前ぐらいの時期なんですけれどもね、この頃にですね、有名なシュレディンガーの波動方程式というのを編み出すんですけれども、
そのどういう経緯でそういうものができてきたかというのがいろいろな本に書かれています。もちろんこの本にも出てきます。でこれはその物理学の進歩というのを考えるときに大変興味深いものでしてね、当時1900年、20世紀ですね。20世紀というのは量子力学と相対論が生まれて、物理学に革命が起こった時代で、いろいろな面白い天才が登場します。筆頭にアインシュタインがいますね。でアインシュタインの相対論が出て、それから1910年代にボーアという人がニールス・ボーアという人が水素原子の構造を解き明かすんですが、解き明かすといったって水素原子というのは中心にプラスの電気があって小さな原子核、今でいう陽子ですね、陽子があってその周りを1個の電子が回ってるわけですが、これがどんなふうに回ってるかというのがもちろん分からなかったわけですね。ボーアがいろいろ調べた結果、非常に奇妙なことが分かってきた。つまりそういう普通の太陽の周りを惑星が回るようなに陽子の周りを電子がこう回っているようなイメージでは説明しきれない現象ですね。いろんな出てくる光の波長が飛び飛びにしか出てこないとかね、それからそういう円軌道を描いて回っている電子はだんだんとこう光を放出しながらエネルギーを失って原子核にくっついちゃうとね、水素原子が潰れちゃうっていうようなだけど現実はそうでないという謎が解けない。でそれをですね、いろいろな人がいろんなことを考えてとうとうそれをきっちりとですね説明したのはハイゼンベルクというドイツの人ですね。有名なハイゼンベルクで、この人が行列力学というのを考え出しましてね、これそれを発表したのは1925年のことなんですが、これがとても難解な、行列というと数学で、僕らも大学に入って行列を習ったんですが、なんでこんなものやるんだろうなっていうようなね、わけのわかんない、もちろん数学の専門家から見ればちゃんとしたものなんですけれども、ハイゼンベルクが自分でそれを編み出してですね、数学者の助けを借りながら行列力学によって電子の動きが説明できるということを見事に、要するにそのハイゼンベルクの行列力学を使うと観測結果ね、その水素原子から出てくる光の波長とかですね、そういうものがピタッと説明できるということなんですが、これなかなか専門家の間でも評判が悪くてですね、つまり何なのってイメージがわからないんですね。実際電子はどういうふうにあるのかということがわからないわけです。だけどそれはそういうもんなんだということで説明をしていくわけですね。でちょうどその頃にですね、その行列力学が出る1年ほど前にドブロイという人が物質の、例えば電子というものが粒で飛んでいるはずなんですが、それが波でもあるというような説を唱え始めます。すなわちその前にアインシュタインが光は波なんだけどそれは粒でもあるという光量子仮説というのを発表した。光は波なんだけど粒でもある。そしたら電子は粒なんだけど波でもあるんじゃないかなんてことを言い出しましてね。でもちろんそこにはちゃんとした裏付けもあるんですが、あまり、評判は高くなかったね。そんなアイデアは単なる思いつきだよみたいなねことを言う人もいて、でシュレディンガーはですね、そのハイゼンベルクの行列力学ができて時にですね、いろいろ思いを巡らしてですね、スイスの山荘にですね引っ込むんですが、その時愛人も一緒に連れて行くんですけどもね、そういういろんな死を抹殺あるんですが、そこでですねその試作にふけりながらですね、ドブロイの波というのはひょっとしたら本当かもしれないね。しかしドブロイは波だと言ってるけど、普通物理で波だというと波動関数というね数学的な方程式、変微分方程式、波動方程式というのが作れるわけです。必ず波の形を表す定式化するには波動方程式というのがいるわけで、ドブロイは波動方程式なんてことを何も言ってないんでね、単なる思いつきだよみたいなだったんですが、シュレディンガーはそれを一生懸命考えましてね、で発見するというよりなんとかその電子が波であることに合致するような波動方程式は作れないだろうかとあれこれ工夫をしましてね。でそこには大変いろんなことがあって、そんな凡人にはできないことなんですが、シュレディンガーのもう優れた
このひらめき天才的な能力がですね波動方程式をね作り出すんです、自らの頭の中でね。でそれにその実際のデータを当てはめてみると見事にボーアの水素原子から出てくる光の波長とかが説明できる。そしてシュレディンガーはこれはハイゼンベルクが行列力学というとんでもないわけのわからないことを言ってるけど、陽子の周りに電子は粒としてではなく波動としてあるんだけど、そこにちょうどもう丸い円があったらその円に収まるような波整数倍の波長がね1波長2波長という、よくそのバイオリンとかギターの弦楽器がこうね両端が閉じて、固有振動というのができるというね、これと同じことなんですね。輪っかを作って丸い輪っかをふわーんとこう振動させると波が共鳴するわけですね。でそれと同じようにちょうどこの円周の中に1波長2波長3波長というふうに波が入る時だけ電子は存在できる。しかもドブロイはそういう定性的なことしか言ってないんで、そのハイゼンベルクの行列力学もこの電子は軌道として表すならば円軌道であるというようなことをね、考えてるんですが、シュレディンガーの波動方程式は、それが円ではなくて楕円軌道とかですね、実際にそういうその輪っかを作って振動させた時に、それも3次元的に立体的になんですけどね、振動させた時に円ではなくて楕円になったりですね、いろんな形の振動を取り得る。それが全部シュレディンガーの波動方程式から出てくるということで、これがですねもう大変評判を呼びましてね、なんだ電子は波動としてある、それでいいじゃないかということで、このハイゼンベルクの行列力学が、もちろんそれ間違っていないんだけれども、そんな難しいことやらなくても、シュレディンガーの波動方程式で全部いけますよと、こういうことになったわけですね。そういう面白い話がいろいろありまして、でそれがシュレディンガーがそれを波動方程式を出したのはもう30代後半37、8の頃なんですけどね。でさらに、そこからしばらくして、40代になってからですね、オックスフォードに招かれるということになります。招かれるというか、その頃に、シュレディンガーは、ドイツにいたんですけれども、そこでナチスを嫌いましてね、そのナチスから逃れるというか、ナチスの政治を嫌がって自分でオックスフォードからの誘いを受けるわけですね。でオックスフォードでやりますが、必ずしもあんまりいい幸せなオックスフォード時代ではなかったようですね。研究はよく進んだんですけれども、あまり満足のいくものではなかったようで、割と早くオックスフォードを3年ぐらいありましてからまた別のところに移っているというね、そういう。そしてシュレディンガーには前にもちょっとお話をしましたが、シュレディンガーの猫というね、実在とは何かというね、こういうものについてもいろいろな施策を巡らしたという、大変面白い人生を送ってた天才と言えるでしょう。そのオックスフォード大学に選ばれた年に、ノーベル物理学賞をもらうわけですけれども、それからいろいろなところに行って最後はウィーンに戻りますね。ウィーン大学で、の先生になりまして、1961年に、ウィーンで、亡くなると、73歳で亡くなるという、大変面白い人生、その私生活も大変面白いし、そしてシュレディンガーの波動方程式も面白い、シュレディンガーの猫も面白い、それから実在とは何かというそういうものについてのいろんな物理学者たちとの論争も面白いというね、20世紀というのはこの量子力学がに関していろんな人たちが、天才たちが出てくるね、興味深い時代ですね。翻って今はどうか分かりません。それが何か別のものが進行しているのかもしれませんが、あまり今そういう何かすごいことが起こりそうにないようなそんな感じもあります。やっぱりこう時の流れでね、一気に新しい何かが出てくる時と、あまり出てこないで
静かに停滞している時というのが、歴史の中にはいろいろあるということでしょうかね。ということで、またお便りを紹介させていただきます。これも物理、高校物理のことについての、お便りです。ファン F1 さん、ひらがなでファン、で、英語の F で 1F1 さん、物理が全くできなかった私が橋本先生の参考書に出会って30年近く、あんなに分かりやすい参考書に出会ったのが生まれて初めての経験でした。おかげさまで理系の大学に進み、技術者として働いています。今も資格試験の時は橋本先生の参考書を読み返しています。今の自分があるのも橋本先生のおかげだと思っています。誠にありがとうございます。昨年の春に息子が高校に入学しましたが、やはり物理がわからなくなってしまったようなので、橋本先生の参考書を買い与えました。これからも親子で応援していきますということで、ファン F1 さん、大変ありがとうございます。こちらこそお礼を申し上げたいと思います。で息子さんと一緒というのはここでもよくね常連さんになっておられる、オレオレさんですね。もうなんか、息子さんと一緒に見てますよみたいなことがね、書かれてました。割と親子で、僕の本を読んでいただいて、聞いていただいて、感謝感激でございます。こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ということで、今日はシュレディンガーのお話でしたが、このハッシー君の熱血物理塾では、高校物理の熱血物理塾、それから大学の物理学、ファインマン物理学を読もうというのも6月から始めますので、これは YouTube の方じゃなくて、そこから YouTube から入れますけれども、ハッシーワールドね、ハッシー君の研究室の方にもで本格的にいろいろと動画を取り揃えてありますので、ぜひ、興味がある方は覗いてみていただければと思います。ではまた次回もお楽しみに。